しくお願いします。県立広島大学の細川と申します。今日、今回私たち普段は医療とかですね、福祉の分野で臨床をしている人間ですので、こういう、大きなデータの扱いにはないんですけども、あえて、挑もうと思ったのは、次の震災が起こった時にどのようにその情報を流通させたらいいかなということを考えたいということで、参加しました。で、背景なんですけども、普段から特別な支援ニーズを持った人は特別の支援ですとか、あるいはその支援を必要とする人の数がかなり少ないということもありますので、例えば大きなデータが流れ着いた中では埋もれてしまう可能性があります。でそれらの情報をうまくどのように拾って有効な情報を提供できるかということについて考えたいと思います。方法はこんな感じでやりました。で評価の視点なんですけども、情報の向きによって分けるといいのではないかなということで考えました。一つの向きとしては、震災地の外から被災地の人たちへということで、評価うまくだかどうかっていうのは、必要な情報が得られたとか有用な情報が広がったっていうことになるかと思います。で逆に今度はその被災者、あるいは被災地からということの向きの情報としては、困っていると助けが欲しいとかっていう情報が、それに対して助けになる特定の情報が得られたとか、助けが来たとかっていうことになるかと思います。でまず第1番目の方の視点での評価ですけども、今回、代表的なものとして、発達障害情報支援センターのホームページへのアクセスについてちょっと検討しました。で、この、被災地に向けての情報をホームページで出していたわけですけども、それがTwitter でツイートされることによってどのようなアクセスの変化があったかっていうのを見ました。このように見ますと、ツイートが出ることによってアクセスも出るということが分かりまして、見てほしい、提供したい情報のあるホームページへの誘導として有効かなというふうに思っています。でそれがさらに有効に機能するためには、できるだけ長い時間にわたりリツイートされることが望ましいかなと思いますので、それは例えばハッシュタグなどですね、そういうものを有効に使えるようになるといいのかなというふうに考えています。で、逆の今度は被災者からということなんですけども、オリジナルのツイートがですね、この件に関連して829件あったんですけども、その中で例えば助けてほしいとかっていうようなオリジナルなツイートが22件あり、かなり少ないんですけども、でその中でいくつか分けますと、分けたんですけども、その中に避難所という環境に適応できず困っているというようなツイートがありまして、それに対しては一つの例なんですけども、このケースについては問題解決につながったということが分かっています。ですので、このケースについて詳細検討することで何らかの有効な方法が分かるかなというふうに思いました。で具体的な流れとしては困っているという情報があって、それを知人の人が広げたということです。で、3番としてリツイートされる中で、その町のですね支援センターが私のところへ連絡をというふうに連絡をして、それで最終的には6番ということで困っている人が支援を得られるようになったということが分かっています。ですので、情報、要因としていくつかあるわけですけども、何を準備するべきかとして、個人ができることとしては、どのような障害を持っているか、何で困っているのか、適切なハッシュタグをつけるなどの訓練とか練習が必要というのと、あと社会の仕組みとしては、その関係の専門家がこのような実際そのような状況が起こった時に支援を外からでもできる支援としてできるような仕組みをですね作っておく、あるいはすぐにサービスできるようにしておくということが必要になるかなというふうに考えています。いろいろツールなどですね提供していただきました。どうもありがとうございました。その普段からね
やることっていうのはとても大事だと思うんですね。それでこういった領域っていうのはこういう震災に関わらず情報の環境がどうやって、その普段の状況をよくできるかっていうことに貢献できるのではないかというふうに思っていますが、それでもこういった緊急時っていうか災害の時にどう役に立つかっていうことはどう振る舞うべきかっていうこと関係者がこれはとても大事だと思うんです。これ具体的には例えば、ガイドラインであるとかね、でこういうソーシャルメディアをいざっていう時にどうやって使うか、例えば防災とかそういうことの中にそういうことが入るべきだと私は思いますけれども、例えば防災訓練とかそういうことのガイドラインみたいなものはすでにあるんでしょうか。それとも、そういう具体的なステップはどうやって踏めばあるいはそういう活動があるんでしょうか。ですね、今実際にですね、当時、このセンターがですね中心になって、いろいろ調査をしておりまして、この震災の後、今どういう備えをそういう支援センターなどがしているかという、調査を今しているところで、その結果は10月ぐらいに出るんですけども、それを見ながらですね、どのような、あるいは現在ですと情報に関するガイドラインというのはほとんどないと思いますので、物資をどうするかとかですね、福祉避難所をどういうふうにするかっていうようなことが主ですので、それに加えてこういう情報のですね流通のさせ方についての、ガイドラインを作って、それに従って訓練をするっていうことがやはり今後必要になってくるかなと思いますので、今回ですね、厚労省の研究費を得てやっていますので、政策という提言ができるといいかなと思っています。はい、ありがとうございました。